こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミー、ザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。今日もこの動画にたどり着いていただいてありがとうございます。今日はですね、8月29日に60年ぶりに起こる先生術の偉大なアスペクトのお話をします。しかもこれ2027年まで繰り返し続いていくエネルギーですので、とても大事なので、ぜひ最後までご覧ください。そしてこの動画にたどり着いてくださった皆さんありがとうございます。すでにチャンネル登録をしてくださっている方、いつも感謝しております。そして初めての方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。詳しい先生術の毎日の星読みなどはノートとかアメブロで毎日上げております。興味ある方はそちらもぜひご覧ください。それから毎週金曜日の朝、インスタグラムで1週間の流れとか開運情報などをお届けしてますので、ぜひそちらでもつながっていただけると嬉しいです。では早速本題です。8月29日、何が起こるかということなんですが、天王星と海王星が60度に、ぴったり60度になり、セクスタイルというものを形成します。これはとても重要な先生術のイベントで、60年ぶりに起こる現象です。しかも今回それはいつも私がお話ししている World Axis っていう場所、1.26 度の場所で起こりますから、間違いなく時代の節目を表していると言っていいと思います。せっかくなのでその瞬間のチャートをじゃん、こちらですね。海王星01.26度、天王星01.26度、ぴったり60度になっていますということです。で、もちろんこれがここにいつも言ってる小さな三角形がここから冥王星ともできております。はい。で、これ、皮切りにして2027年ぐらいまで何度も何度も実はこのセクスタイルを形成するので、今日のお話は8月29日ピンポイントのお話ではなくて、ここから2027年まで続いていく海王星と天王星のセクスタイルの影響についてということになります。で、なぜならば、天王星、海王星がね、この2つだとして、今60度なんです。ね、天王星の方が先に進みますが、今60度。ですが、海王星は逆行中なので、どんどん離れていく。天王星はこうやって60度から離れていきますね。もう二度と60度にならないようですが、この後、9月の6日に天王星逆行しますから、海王星より早いんで追いついていってまた60度になるんです。で、この海王星はまた逆行終了して戻ってきますから、また60度になる。っていうことを何回も何回も繰り返すんです。この2年の間に。それだけこのアスペクトが必要だということです。2年かけて見えない世界でゆっくりとゆっくりと改革が行われていきます。ですから、見えないならば、どんなことが起こるのか、ぜひ予測しておきたいというところです。しかも今回は見えない世界が見える形で影響も与えてきます。ちょうどターニングタイドみたいな時です。潮目が変わる時。私もそうですけど、皆さんも人生でありませんか？なんか私の人生の潮目が変わったなっていう瞬間。なんかこれはいい方悪い方向、どっちも。なんかすごい苦労ばっかりしてたけど、なんか最近ちょっといい方向に動いてきてる。なんか潮目が私の人生変わったかもとか、あれ今までうまくいってたのになんか最近ちょっと潮目変わっちゃったのかなとか、あるいは会社に所属していて、会社の中で一番イケイケのトップの専務にあなたが可愛がられていたとしても、なんかあれ、最近この専務が会社であんまり力を発揮していなくて、あっちの専務の方が、あっちの専務に可愛がられている子の方が優遇されていて、なんかちょっと自分の立ち位置がこの会社の中で潮目が変わったかなとか、いろんなそういうなんか感じる瞬間。この考えはもう多分、今まですごくうまくいってたのに、なんかこのやり方が通用しない時になってるかもとか、今までここが安全だと思ってたけど、もうここにいても安全じゃないのかもとか、なんか感じる瞬間。これがこのセクスタイルです。冥王星は水亀座、海王星と土星はお羊座、天王星は双子座へと移動しまして、これが風の時代の始まりだという話は何度もしています。
ですが、冥王星はこのままですが、海王星も土星も天王星も逆行して一旦元の土の時代のサインに戻ります。で、2025年、本格的に2026年に入っていくので、2025年というのは一旦この新しい世界、影響を与える天体たちが動きのあるサインと一回移動して、そしてもう一回逆行して、最後の仕上げに入っているという時期ですよということを前回の動画、天王星の逆行の動画、すでに上げてるんで、でもお話しでました。で、この天王星の逆行を前にして、この偉大なる改革の星が見えない世界の絶対王者、海王星と最も動きのあるアスペクトを形成している60年ぶりに。これはとても大事なことです。そうなんです。セクスタイルが最も動きのあるアスペクトなんです。個人的に私は星読みをするときにトラインよりもセクスタイルを読むのが大好きです。好みのアスペクトです。単に2つの天体が調和する位置にあってつながっているというだけではなくて、セクスタイルには自らの決意とか自分の意思を持った行動っていうのが必要なんですね。そういうソフトなアスペクトなんです。で、セクスタイルっていうのは可能性に気がつけ合わせてくれるので、なんかこれから先の未来がちょっと自分の潮目が変わって違うことになるかもしれない。だからちょっとドキドキしたりワクワクしたりするっていうエネルギーを持ってます。で、同時に未知の世界に突入する前は誰もが恐れを感じます。だから今の世の中変わってほしいけど、変わるのも怖いからやっぱり同じところに入れ続けちゃおうみたいなこうボートの仕方をしてしまったり人はしますよね。だけど、恐れを感じるということは変わるということで、その変わる方向に向かって動いてみようかな、そっちに行きたいと思っている自分、惹かれている自分を否定できなくなってくる。これが今回のセクスタイルです。天王星は改革、変革の星。そして海王星は無意識、スピリチャリティ、潜在意識の世界、無意識の中にあるビジョンと関わっています。このエネルギーがお互いに絡み合って助け合うということは、潜在意識下にあるものとか、見えてなかったもの、見えてないエネルギー、スピリチャリティの改革のような波動を作り出すということになります。夢とかビジョンとかスピリチャリティがより現実的な形で生活に密着してくるということも考えられます。私やここにいる皆さんはこういう動画にたどり着いているので、ずっと見えない世界の大切さ、見えないもののエネルギーを感じて生きてきてましたよね。ただ、ほとんどの人はそうじゃないんですよ、やっぱり。これはもう本当に一部です。だからなかなか世の中が変わらなかったわけですが、ここからはそれがもっと加速していくという嬉しいお話かもしれません。海王星は3月の30日に13年ぶりにサインを移動してお羊座へと移動しました。見えない世界を担当する海王星が見える世界のリーダーであるお羊座の場所に移って、今見えない世界をもっと見える形でみんなに知ってもらおうっていう一生懸命エネルギーを作り変えている真っ只中です。そして天王星は7月の7日に双子座へとサインを移動しました。お牛座っていう動きにくいところから脱出しました。この2つのエネルギーが今共鳴し合う。このセクスタイルを皮切りに2027年まで何度も何度もさっき言ったように逆行したりしながら5回ぐらいは形成されるんです。逆に言うとそれぐらいこのアスペクトが必要なんです。改革のために。ということになります。天体というのは、コンジャンクションスタート地点として、そこから速い天体、この場合は天王星の方が先に進んで開いていって60度、そして90度、そして120度オポジションというふうにこう形成されていくんですが、このセクスタイルの前の、だから始まりはコンジャンクションでした。天王星と海王星がコンジャンクションとなったのは1993年、ヤギ座で起こりました。で、天王星はだいたい平均1度進むのに4年ちょっとかかるんです。で、海王星は1度進むのに2年ちょっとかかる。もうどっちもゆっくりこう進むんです。だからこうゆっくりと開きながらセクスタイルになるまでに30年くらいかかったということです。このコンジャンクションの時にヤギ座のヒエラルキーの世界を揺さぶり始めました。
だけど、いや、この30年でそんな変わったって皆さん思うように、少しずつ、少しずつ改革されてきました。そしていよいよ見えない世界まで改革する流れにいよいよなったということです。土の時代のあの頑固なヒエラルキーの土台を壊すのはもうそう簡単なことではないんです。で、もちろん何度もお話ししているさっきも見せた小さな三角形もこの動きをヘルプはしています。天王星は冥王星にもトラインしていて、海王星と土星にセクスタイルを冥王星は取っている。土星と海王星を頂点にする小さな三角形っていうものがだからできていたわけですね。天王星、海王星、土星、冥王星、天王星、海王星、土星、冥王星4つ、はい、言いましたね。これらは社会的な影響力を最も持つ4大天体です。これらの天体が協力して世界に通用する新しいプログラミングを持って全ての構造や価値観そのものを今組み替え始めたよということなんです。何回もお話ししていますけど、空想、理想、ソウルジャーニー、感情、潜在意識、非現実的な世界すべて、これが海王星。で、真逆なのが、潜在意識とか実現、エビデンス、証拠見せろとか、実質性があるのとか、実用性がありますかとか、超現実的で建設的な視点を持っているのが土星。この真逆なものが今共にいて、その真逆なものに対して天王星の改革と冥王星の変容がどちらもセクスタイルでサポートしているわけです。ということで、今回初めて見える世界と見えない世界が結託して、どちらも同時に改革をしようというエネルギーがやっと生まれたんです。言い方を変えれば、今まではバラバラに動いて、どちらか一方だけを改革しようとしていたから失敗したということなんです。私たちのように見えない世界も大切にしている人、私たちは見えない世界の大切さを一生懸命やってるけど、見える世界の改革をどこまでやってたかっていうこともありますし、見える世界の改革ばっかりやってきて、見えない世界を無視していたっていう場合もあります。どちらもそれじゃ動かなかったんです。だってどちらも合わせてこの世界を作っているから。例えば無理やり構造を変えて、はい、このシステムでやってくださいって言われても、人の気持ちがついてきていなければ、社会をうまく変えていくことはできません。あるいは逆に熱やパッションがあって、人の気持ちが盛り上がっていても、それを現実的に機能するシステムとかプログラミングっていうものがなければ、パッションだけでは世の中を変えることができません。で、今まではそのために改革がうまくいかなかった。だけど今回このアスペクトをきっかけに人の今の気持ち、感情を組み込んだプログラム、システム、政治的、金融的、世界的な機能というものがこれから生まれていくという可能性はあります。そしてそれが潮目が変わったなっていうのを確かに日本でも感じている方は多いと思いますけど、世界的にも感じている人は多いのではないかと思うんですね。やっと自分たちの意識化、無意識化にあった本音の気持ちが反映されるような世の中に、それが反映されていくんじゃないの、世界にも政治にも。可能性があるかもしれない。こんな風に潮目が変わっていく。ということになります。まず起こること。ここから。テクノロジーの目覚ましい進化。これは起こります。テクノロジーの天王星、海王星がそれを夢を現実化していくわけですから、海王星と土星が。夢のようなマシンが登場します。タイムマシンとかね。私たちがバックトゥーザフューチャーで見て、あんな電動のものが、なんて夢の世界と思ってたものを今私たちはやっているわけですから、こんなここの空間にあるなんかビジョンとかもそうですよね。もっともっと全部夢は現実になっていくテクノロジーが生まれていきます。それから政治、貿易、金融業界の全く新しい概念、全く新しい構造が構築されていくっていうことが起こっていきます。見えないエネルギーを現実に投影するっていうことがここには大きく作用します。それが
例えば選挙制度の一新とか、その人間の無意識、本当の本音が今の投票の仕方でちゃんと投影されているだろうかっていうのはもうずっと議論されていましたよね。こういろんな国のいろんなシステムあります。比例代表とかいろいろあるけど、それって本当に国民たちが考えている、感じていることが、そこに反映されているシステムかどうかもわからない。なんならば、この人がいいと思って投票しても、その人がその後、マニフェステーションを守らなければ、それは反映されていないし。だからそうなったら、じゃあもう一回やり直すとか、なんか分かりませんが、とにかく私たちの本当の本音がちゃんと政治や貿易や金融のシステムに投影されては今はいませんから、だいぶね、今でもほら、インターネットのおかげで良くなってきたわけじゃないですか。一方的に向こうに有利なニュースだけを流されていたところから、私たちは自ら情報を取りに行けるようになったから、こんな人もいるんだ、こんな素晴らしい民間人もいるんだ。っていうことを私たちは今知ることができて、そして私たちのこう本当の気持ちを反映する結果にだんだん近づいていることは事実ですが、もっとこれが行われていく。これがその見えないエネルギー、潜在意識、本当の内側でソウルが感じている私たちのその思いがちゃんと現実化していく時代だよというのがこのセクスタイルのめちゃめちゃ素晴らしいところなわけです。それから個人レベルでもより正確に潜在意識に合ったものがどんどん現実になっていくという体験もすると思います。自分でもこう気づいていく。潜在意識にあるものが現実化するんだって私は何度も何度もいつも言ってますが、だから潜在意識をめちゃめちゃ夢叶えるようにしとけば夢が叶うんだよっていうのが私が提供しているプログラムです。いつでもお待ちしています。幸せ革命マニフェステーション術実現プログラムはそんな風に動きますが、これがどんどん本当に加速化していくということですね。潜在意識はそんな結果求めてないのに、なんでこんなことが次々と起こるのって驚く人もだから増えていくかもしれません。で、これがだから潜在意識でお金が欲しいと思って、潜在意識でお金が欲しいと思ってるのになんでこんなに減っていくんだろうとか、それは潜在意識がお金を例えば毛嫌いしてるかもしれないし、だから、これはポジティブな驚きになる方がいい。潜在意識では私まだまだと思っているけど、なんか最近どんどんチャンスが与えられる。潜在意識はやる気満々なわけです。ですから、こういうことに皆さんが気づいていって、よりポジティブな方の驚きになるように意識をしていくということが大切です。それから、この期間、シンクロニシティがめちゃめちゃ起こります。このセクスタイルはシンクロニシティを起こす、アスペクトです。シンクロニシティっていうのはこう偶然のような出来事ですけれども、実は必然だったというような出来事が多く起こっていくということですね。計画していたこと、予想していたこと以上の出来事や予想外の可能性っていうものがバンバン開いていくということも起こっていきます。私の人生の、一番最高のゴールでこれぐらいかなみたいなものはもう必要ないです。いきなり明日全然違うこの辺の人生が始まっている可能性というのはこのセクスタイルはもたらしますから、マジで大きな自分自身の中にある可能性を信じておくことが大事です。これまで頑固に動かなかったものが急に緩み始めたり動き出したりすることも考えられます。これは自然災害のところで少し怖いこと、眠っていたものが動き出したりということが起こる。いきなりになるとね、ちょっと辛いこともありますから気をつけましょう。宇宙っていう見えていない世界への革新的なアプローチが始まります。そして AI がいよいよスピリチャリティの領域へ足を踏み入れる。これ間違いないと思います。今 AI は現実のところに使ってますけれども、もっとスピリチュアル、いや AI が占いを始めるということじゃないですよ。これはやっぱり難しい。その占い、リーディングっていうのは技術、カードを読む技術、アスペクトを読む技術だけじゃなくて、その人の今日までの人生経験がないと、そのカードとそのカードの意味が分かっても伝えられないからね。それが具体的にどういうことなのかっていうことができないから。なんでやっぱりそこは AI は無理かなと個人的には思ってるんですけど、どうでしょう、分かりません。ただここで言ってるスピリチャリティっていうのはもっと解明されていくオーラが見える。私はいつも言ってるんですけど、
オーラが本当に見えるんです。見える感じじゃなくて、ちゃんと色がそこに確実に。こういうのが本当に現実的なスピリチュアルと思ってるんですが、例えばその理由とか、AI が解明していく。なんで見える人と見えない人がいるのかとか、そういう今までちょっとこう見えない世界だから本当か嘘か、まあ確実じゃないものは全部その他に入れられちゃうから、私たちって皆さん違う。私はこうその他の方にいつも入れられるところのことを今やってますけれども、ひょっとしたらその他じゃないところに、なるほど科学的に証明できるじゃんそれっていうことが起こってくるかもしれません。で、そうなると見える世界と見えない世界、科学とスピリチュアリティ、意識と潜在意識、この個別の個人の幸せと社会の平和っていう2つの世界が全部つながっていく、これがこのセクスタイルなんです。土星と海王星を絡んで天王星がセクスタイルをしているっていうのはそういうことなんですね。ここで起こるこの2つの世界の融合の化学反応こそが本当のユートピアをこの世界にもたらすのかもしれません。ユートピアは海王星のもう一つのキーワードですからね。私たちが個人レベルでまず取り組むべきことを最後に私が考えるに、これはやっぱり人生をこの見えるこの今世だけじゃなくてソウルジャーニーという見えない世界を含んで捉えること、そして見えない心の声、魂の声に耳を傾けながら、いつも私が持っているポッケに持っているこれがソウルの形です。何回も言いますが、このサイズでこの形、これがソウルの形、耳を傾ける。ながら、別にこれがなくてもいいんですよ。自分で自分のソウルの声を聞こうとするということです。傾けながら自分自身を一生懸命愛す。自分自身を一生懸命大切にする。自分自身にたくさんご褒美をあげるという生き方を始めることがとても大事じゃないかと思います。だってそれが潜在意識にポジティブな可能性が生まれて、それが現実になるってさっきお話ししたからです。せっかくなので最後にこの宇宙から私のもとに降りてきたこのシンボル、そしてこのシンボルから生まれたセプタグラムソウルジャーニーリーディングのカードで今これを見ている皆さんへ1枚引きでメッセージをお伝えしたいと思います。じゃん。あ、12。このカードにはすべての数比術のカードと先生術に関係するすべての小惑星も含めてカードと新世紀科学などが65枚、このカードを作ってくださいって私が宇宙から受け取ったもの、ザ・スピリチュアルの世界ですよ。ですからここはね、ここの世界から生まれたものですが、12っていうのは見てください。12という数字にはどんなエネルギーが含まれているかというと、私が宇宙からこのカードにはユニコーンとフェアリーを書いてくださいって言われたんです。で、私は書けませんけど、書いていただいて。これユートピアなんです。だからさっきの。ユニコーンとフェアリーはユートピアに住んでいて、ここに存在してるんですよ。同時に私たち。でも私たちの目には見えないんです。うちの娘は本当に小さい頃見えてました。ママ、あそこの屋根にユートピア、ユニコーンが座ってるんだよとか、ママには見えない。同じところを見ても。それはその次元が、ここにいるんだけど、彼女は別の次元が見れて、私は3次元しか見えないから。っていうふうに私はだから本当に納得したんですけれども、このユートピアのカードが出ました。ですから私たちはよりユートピアの世界、本当の幸せな世界なんですよ。だからそれは見ることできるんですよ。もたらすことができる。私たちがより改革、一生懸命自分自身を愛する人生へと改革していけばということだと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。みんなでユートピアで幸せになっていきましょう。